前回の動画では、劉備関羽張飛の桃園の誓いはフィクションで、劉備は実際は公孫さんの義兄弟だという話をしたね。そうだったな。劉備関羽張飛は黄巾の乱の時に兵を募集する立て看板を見て、一緒に天下国家のために立ち上がることを決意し、桃園で義兄弟の誓いをするというのが三国演義のストーリーだけど、史実はそれとは少し違うんだ。では、実際はどうだったの？まさにそれが今回のテーマだ。歴史書には必ずしも詳しくは書かれていないのだが、正史三国志の記載をもとに、当時の状況なども考慮しながら考察していこうと思う。じゃあ早速見てみよさて、劉備関羽張飛の若い頃といっても、関羽と張飛の若い頃については史書の記載が極めて少ない。よって考察は主に劉備についての記載が中心になる。それに若年時代の劉備と関わりを持つ主要人物である公孫さんと呂職の伝記も参考にしていこう。う。公孫さんは劉備の学友で、劉備が兄として仕えた人物。そして呂職は、劉備の学問の師だったね。まずこれが誕生から黄巾の乱までの劉備の年譜だ。劉備は161年生まれ、黄巾の乱の時に24歳か。そして劉備は幼くして父を亡くし、母と一緒にわらじを折ったり後ろを折ったりして生計を立てた。劉備の出身の卓軍というのはかなり大きな軍だ。幽州にはおよそ10の軍があり、人口は全部で200万人ぐらいなのだが、卓軍はその中でも最大の軍で、一つの軍だけで人口が60万人いた。そんな卓軍の中心部の卓県は、まず幽州の最大都市の一つと言っていいだろう。円の地の経済の中心地で、物流の集散地でもあった。わらじは今で言えば靴、むしろは今で言えば椅子だ。当時は床にむしろを敷いて座る習慣だった。朝廷でもむしろに大臣が座る描写が普通に見られる。現代人の感覚で言うとわらじやむしろから貧しい生活を連想しがちだけど、当時は需要の非常に高い日用品だったんだね。ただ、もう少し上の階層、例えば親族の流言期ぐらいになると、広大な農地を保有し、それを小作人に耕作させることで、十分な生活費を得ることができていたかもしれない。劉備の家にも若干の農地はあったのかもしれないけど、それだけでは生計費は賄えなかったのか。そんな劉備の子供の頃のエピソードがある。彼の家の東南の間垣のところに桑の大木があり、高さが5畳余り。遠くから見ると車外のようだった。行き交う人はみんなこの桑の木は並ではないと噂した。卓軍の李帝という人は、この家からきっと尊い人が出るだろうと予言した。今、この桑の木が残っていたら、きっと観光名所になっていただろうな。劉備は幼い頃、この木の下で一族の子供たちと遊んでいて、大きくなったらきっとこんな車外のある車に乗ってやるんだと言ったという。そしてそれを聞いた叔父の劉子敬に、めったなことを言うな、一族を滅ぼすことになるぞとたしなめられたという。子供の頃から野心家だったんだね。これについては霊帝の即位も影響しているんじゃないかと思う。霊帝。そう、167年、劉備が7歳の時に洛陽で官邸が崩御すると、当時12歳の皇族の劉公が加冠から迎えられて天子になった。これが霊帝だが、加冠って卓のすぐ南隣なんだよ。まあ霊帝と劉備じゃ高等からの近さが違いすぎるけど、そういうシンデレラストーリーを見たっていうのはひょっとしたら影響があるかもな。それより霊帝と劉備が5歳しか年の差がないってことが驚きだけど。そして一族の子供たちの中でも目立って優秀だった劉備は、一族の総価格ともし劉元気に目をかけられ、15歳の時に劉元気の息子の劉徳禅と一緒に遊学に派遣されることになる。学費は劉元気の家が負担した。劉元気の妻がそれぞれ一家を構えているのに、なんでこんなことをするんですかと文句を言うと、劉元気は一族の中でこいつが傑出しているからだと答えたという。奉仕する価値があると考えられたんだね。そして劉備は遊学先で公孫さんと出会い、意気投合することになるわけだが、ここでは彼らの師となった呂職の話をしよう。前回の動画で話した通り、呂職は劉備と全く同じ卓軍卓県の人だ。彼は若年時代、当時を代表する儒学者の梅雨に学び、この175年には旧皇太子に任命されたのだが、病により辞職していた。じゃあ呂職は旧皇太子を辞職して洛陽近郊に戻り、そこで私塾を開いて生徒を募集することにしたという流れか。そうじゃないかと推測される。そしてその情報が各地に伝わり、各地から生徒が集まってきたのだろうが、特に呂職の郷里の幽州からは多くの若者が集まってきたのかもしれない。その中に劉備と公孫さんがいた。呂職は劉備と公孫さんに何を教授したの？呂職は来期などにも詳しいのだが、五漢書公孫三伝に、公孫さんは呂職に従って孔子の山中において学び、小書左伝の概略を理解したとあるから、まずは小書と左伝だろう。小書と左伝って何？ものすごく簡単に言えば、小書は後帝からか、小、周の歴史書、
茶伝は春秋時代の歴史書だ。歴史上の出来事や著名な人物の事績を学んだって考えればいいのか。ただ劉備は読書がそれほど好きじゃないという記載が残っているから、それほど優秀な生徒ではなかったらしい。彼は犬や馬、音楽、美しい服を好んだとあるから、学問よりも狩猟に行ったり、都落葉で流行している音楽やファッションを楽しむことに興味があったんだろう。卓軍でむしろを追っている世界と華やかな落葉はまるで別世界だっただろうからな。ところがそんな生活もそれほど長くは続かなかったらしい。というのも廻職がほどな黒子大使に任命され、南方に赴任することになったからだ。公孫さんはそのまま都に残り、別の死について学問を続けたようだが、劉備がどうしたかは明らかではない。単外早く故郷に戻ったのかもしれない。仮に1年で卓軍に戻ったとしたら、劉備はまだ16歳だね。それから黄巾の乱が起こるまでの8年間、劉備はどんな生活を送っていたんだろうか。それを推測するのが後半のテーマになるぜ。正史三国志にある劉備の伝記を順に見ていこう。さっき劉備は読書がそんなに好きでなく、犬、馬、音楽、美しい服を好んでいたと紹介した。司書には続いて劉備の身体的特徴が紹介されており、劉備は身長7尺5寸、手を垂らすと膝の下まであり、自分で自分の耳を見ることができたとある。腕が長く耳が大きかったんだね。そして口数が少なく、進んで人にへりくだり、喜怒を表情に払わさなかったとある。そして彼は好んで天下の豪傑と交わり、若者たちは争って彼に近づいた。中山の大商人張成平祖宗らは千金の資本を持って馬を買いに卓軍に行き来していたが、劉備を見て傑物だと考え、そこで彼に多くの金財を与えた。劉備はこのおかげで資金を手に入れ仲間を借り集めることができた。この次は黄巾の乱の記載になるから、黄巾の乱前の劉備についての記載はこれが全てだ。ここから劉備の当時の生活を考察しようと思う。一つ気がついたことがあるんだけど。どうした？張成平祖宗についてだ。俺は劉備関羽張飛が黄巾の乱の時に旗揚げしたけど、軍資金がなくて困っていたところに偶然この2人が通りがかり、馬と金を与えてくれたという話を聞いていたけれど、実際にはそれは黄巾の乱の前の話だったのか。気がついたか。その通りなんだ。でもさ、黄巾の乱はまだ起こっていないんだろ。じゃあどうして劉備は資金を手に入れて仲間を集める必要なんてあったんだ。いいところに気がついたな。まさにそこが今回の話のポイントなんだよ。この謎のポイントは、中山の大商人が馬を買いに卓軍に来ていたということなんだ。さっき話した通り、卓軍は幽州の中心都市で物流の集産地だった。そして幽州といえば北方の辺境で、少し北に行けば鮮卑アウガンといった遊牧民族の住む土地だ。大商人が卓軍に馬を買いに来ていたということは、幽州の北方では流牧民族との交易が活発に行われ、そこで菅野川は馬を買い、それが卓軍に集められていた。そして中山な土岐州あたりの商人が卓軍まで来て馬を買い、それを都の周辺に売りさばくなどしていたと考えられる。なるほどな。しかし官邸冷帝の時代は政治が乱れ、各地で反乱が頻発するようになっており、商人が各地を行き来するのも安全ではなくなっていた。まあ少人数でたくさんの馬を連れて長距離移動するんだから、盗賊たちから見れば格好の標的だよな。そうすると当然商人たちはボディーガードをつけようとするだろう。劉備はそこに目をつけたんだ。つまり張成平と祖宗は偶然に劉備とであったのではない。もう一度見てほしいのだが、この2人はそこら辺のちんけな商人ではない。千金の資本を持つ大商人だ。劉備はこの大商人に狙いを定めて営業をかけ、私に投資してくだされば武装集団を組織してあなたの交易の安全をお守りしますって説いたんじゃないかな。ほうほう。張成平と祖宗にしてみれば護衛をつけたいという需要があり、その上この劉備という人物は見てくれも立派で学問もあり頭もいい。それに何やら大きな夢と野望を抱いており、どうもただものではない。そしてこの2人は劉備に惚れ込み、多くの金を与えることにした。なるほど。護衛が得られるという実利もさることながら、この劉備という人物に魅了されたということだね。推測だがな。まあ一元でこのような金が簡単に得られるほど甘くないだろうから、劉備はまずは小規模の護衛隊を組織して仕事の実績を作りながら張成平祖宗の信頼を徐々に得ていったのかもしれない。あるいは2人から資金援助を受ける前に関羽や張飛が劉備の配下に加わっており、実際に張成平祖宗を盗賊から救ったりしていたのかもしれない。まあ全ては想像だけど、大商人から多額の資金を与えられる理由としてはその辺が妥当なのかな。ところで関羽と張飛が出てきたけど、この2人が劉備に仕える経緯については何か分かっているの？司書の記載に戻ろう。張成平たちについての記載の前に、
劉備が好んで天下の豪傑と交わり、若者たちはなそって彼に近づいたという記載がある。ここからは劉備が宅にやってくる人々と積極的に交流して人脈を広げていたことと、若者たちを引き連れて行動する存在になっていたことがうかがえる。商人の護衛で陰謀まで行き、そこで人脈を広げることもあったかもしれない。また徴西兵たちから資金を手に入れたことで仲間を集めることができたとあるから、初期の劉備軍団の構成員の多数は徴西兵たちから資金を得た後に仲間になったと考えられる。関羽と張飛がどこでどうやって仲間に加わったかはわからない。一番可能性が高いのは徴西兵たちから資金が入った後だが、その前からだった可能性もあるな。そういえば関羽は卓軍の人じゃなかったよね。その通り、張飛は劉備と全く同じ卓軍卓県の人だが、関羽は遠く離れた加東郡甲斐県の出身だ。三国志関羽伝にはこうある。関羽、浅縄雲長、元の浅縄長生、加藤甲斐の人である。亡命して卓軍に逃れた劉備が郷里で徒党を集めると、関羽は張飛と共にその護衛に当たった。関羽は亡命して卓軍に逃れてきて、しかもあざ名をわざわざ変えているんだね。お尋ね者だったのかな。多分そうだ。加東郡の甲斐といえば有名な塩の産地だ。当時は生塩が国の専売品で、国にとっての大きな税収源だった。ここから考えると関羽は蝦夷の塩取引に関わっていて、お尋ね者になった可能性も考えられるな。それではるばる卓軍まで亡命してきたところに、劉備がガードマン部隊を組織する話に遭遇し、そこに加入したってわけか。ちなみにこの時劉備軍団にいた有名人は関羽張飛だけじゃない。関陽もその一人なんだ。ほう、関陽ね。名前はなんとなく聞き覚えあるけど、いまいち何した人かイメージ湧かないな。まあ劉備の日頃の話し相手兼使者だな。一番大きな功績は劉備が益州の劉将を攻撃した時に、最後生徒にいる劉将のところに使者として赴いて彼を説得して開城させたことだ。関陽は卓軍の出身で、若い頃から劉備と旧知の仲だったという。争って劉備に近づいた若者の一人だったかもしれないな。それにしても劉備は黄巾の乱で乱れた世の中を立て直すために義勇兵を集めたと思っていたのに、そうじゃなくて商人の護衛をするために施設の軍団を組織したというのが史実だったとすれば、随分イメージが変わってくるね。きっと劉備には大きな夢があっただろう。しかしその夢に近づくためにまずやるべきことが、軍資金を手に入れて自分の軍団を作ることだったんだ。施設軍団を作っておけば、平時には大商人を護衛することで見返りの収入が得られるし、戦時にはそれがそのまま軍隊になって功績を求めることができるんだね。彼は公連に推挙されて高級官僚の道を歩む見込みもなく、平和な世の中なら無名のままうずもれてしまう。ところがどうやら五冠の命運は終わりが近づいているようだった。劉備は来たるべき乱世で自分が軍友の一人となって天下争いに加わり、いずれは劉邦や劉秀のようになることを夢見て自分の軍団を作り、それで乱世をのし上がっていこうと考えていたんじゃないかな。そんな軍団に関羽と張飛がいれば、劉備にとってはまたとない宝物だよな。以上が黄巾の乱までの劉備についての考察だ。なんだか劉備って人徳だけはあるけど他の取り柄は特にない、純粋で真面目な人物かと思ってたけど、イメージが変わったな。結構山っ気のある人物だったんだな。そうだ。世渡り上手で時代を読む嗅覚が優れ、卒がなくコミュ力に優れた優秀なビジネスマンのイメージの方が近いかもしれない。野望の大きさも半端じゃなかった。一人じゃ何もできない劉備を周りが持ち上げて成功させたとかいうわけじゃないんだね。真逆だ。劉備自身かなりのやり手だったと思うぜ。それでは今回はここまで。